こんにちは、まるたびチャンネルのまるです。大阪万博2025夢しまって今やってるのは知ってるけど一体どんなところなのって人のためにめちゃくちゃシンプルにめちゃくちゃわかりやすくまとめました。万博ってこんなに面白いところなんですよ。それでは行ってみましょう。 Here we go。 まず大阪万博2025が行われているのはここ大阪市此花区にある人工島夢洲。最寄り駅は大阪メトロ中央線の夢洲駅で、実は新しく作られた駅なんですよ。会期は2025年4月13日の日曜日から10月13日月曜日祝日の184日間です。チケットはインターネットがおすすめです。来場するには事前に日にち、入場時間、東ゲートか西ゲートの予約を取る必要があります。入場予約が完了するとパビリオンやイベントなどの事前予約ができるようになります。入場ゲートの東ゲートは電車で来場する人、西ゲートはバスで来場する人が主に利用となります。今回の大阪万博の目玉は会場内をぐるりと回れる大屋根リング。幅が約30メートル、高さが約20メートル、直径約615メートル、一周の長さがなんと約2キロ。世界最大の木造建築物として2025年3月4日にギネス世界記録に認定されました。この内側に海外パビリオン、外側に国内や企業のパビリオンが配置されています。スカイウォークと呼ばれる屋上回廊が設けられていて、会場一帯を一望できます。会場内のパビリオンは小さいものを合わせると188箇所あると言われています。少し内容を紹介しますね。ジャンルとしてまずは国・地域を代表するパビリオンが152館あると言われています。いくつか紹介しますね。連日長蛇の列で有名なイタリア館。私たちが行った時の待ち時間がなんと5時間。ここは何といっても世界的に貴重な作品が生で見られる。伊藤満書の肖像画。こちらはヤゴ。これはボッチョーニの作品で空間における連続性の唯一の形態。ファルネーゼのアトラス。アトラスはギリシャ神話に登場する巨人で天空を支える罰を受けた存在。ミケランジェロのキリストの復活。カラバッジョ作のキリストの埋葬。なんとレオナルド・ダ・ヴィンチアトランティックコードが展示されています。万博の中で最もレストランの入店が難しいとされるサウジアラビア館。ここはいくつかのブースに分かれていてサウジアラビアを紹介するパビリオンです。巨大なスクリーンなどを使っていろんなテーマでサウジアラビアを紹介してくれます。外観からしてかなり気になるスペイン館。テーマは日本とスペインを結ぶ黒潮。なので海に関わる展示が多いです。空中に浮いているように見える設計図だったり、試験管の中で動物の飼料を培養していたりと、いろんなものが見れました。グリーティングカードの部屋もあり、なんかほっこりするスペースでした。現代アートに包まれたブラジル館。空気が入って膨らんでいる作品や、逆に空気が抜けてしぼんでいる作品など、世界観がすごい。これは呼吸を表しているらしいです。高画質で巨大なディスプレイで映像が流れる場所もあり、迫力もあって見応えがありますよ。ここは北欧館。フィンランド共和国のパビリオンでデンマーク、フィンランド、
アイスランド、ノルウェー、スウェーデンの5カ国が共同で出展しています。中はたくさんの小さなスクリーンに映像が映し出されています。あと、ショップも必見。ムーミンもいますよ。ウォータープラザの目の前にあるマルタパビリオン。入り口は高性能ディスプレイに映し出される高画質な映像で、本物の岩の間に入っていく感覚になります。中には福沢諭吉に由来する甲冑や工芸品、遺跡のレプリカなどが展示されています。ディスプレイで囲まれたエリアもあります。チェコから運ばれてきたチェコガラスで囲まれたチェコ館。進んでいくと壁には現代アートが描かれていて、大阪府知事の吉村さんの絵や石破首相の絵もあります。1階ではビールも売っていて、チェコビールはかなりおすすめですよ。外観から目を引く流線形の建物がクエート館。球体のスクリーンで映像を見て、次の部屋で実際の砂漠から運んできた砂を触ることができます。こんなダンスもできますよ。まさかの滑り台や癒されスポットの休憩室もあるんですよ。最後の部屋は天井に映し出される映像を寝そべって眺めるエリア。映像も綺麗だし、音響も迫力満点だし、これは大満足間違いなしの演出です。トルクメニスタンは近代では稀な独裁国家と呼ばれ、大統領絶対の国です。そんなトルクメニスタンの推しは馬と犬。2階に上がると展示室があって、トルクメニスタンの名産品などが並んでいます。1階にある売店も見どころ満載ですよ。めちゃくちゃ力が入っているインドネシア。屋内の最初の部屋にはインドネシアの植物が植えられていて、気温と湿度が結構高い。次の部屋では目まぐるしく変わる映像と音楽に圧倒されてしまいました。先住民が使っていた道具が展示されている廊下を通り、続いて入った部屋では未来のインドネシア。ちょっとした休憩室みたいな部屋で時間待ちをして、入った部屋はシアター。出口前でバリのコーヒー、バリコピとお菓子を無料でいただきました。入り口から動物の匂いがするオーストラリア館。建物の中に入るといきなり森。木の幹に仕掛けが。森を抜けると映像の世界が広がります。グレートバリアリーフや美しい海中の映像などが正面と左右、そして天井に設置された画面に映し出されます。続いて外観がめちゃくちゃ気になるアゼルバイジャン。建物に入るまでに十分に驚きがある。中に入ると円柱のスクリーンで映像を見て、アゼルバイジャンの国の展示物を見て終了。土壁が印象的なウズベキスタン館。しかも独特の匂いもあるんですよ。暗い部屋の中で様々な紹介スポットを自由に見て回る感じ。その後、中央の筒状の部屋に入って360度囲まれた映像を見ます。その部屋から2階の外に出ると木の柱がいっぱい。続いて紹介するのはシグネチャーパビリオン。シグネチャーパビリオンとは、万博全体のコンセプトである命輝く未来社会のデザインを象徴するような展示や体験を提供する特別パビリオンのこと。8カ所あります。ここはメディアアーティストの落合陽一さんが
プロデュースしたヌルヌル。ヌルヌルは演出を楽しむインスタレーションモードと対話を楽しむダイアログモードがあります。これはインスタレーションモード。鏡に囲まれた空間で音と光が融合した不思議な空間を体験できます。歪んだ合わせ鏡が織りなす無限に広がる空間に引き込まれます。外観が昼も夜も圧巻です。ロボット工学者石黒博さんが手掛ける命の未来館。ここは何がすごいって、まずはアンドロイドの動きというか人間っぽさがすごい。あと50年後の人の命の選択が今の私たちに提起されていて、めちゃくちゃ考えさせられました。涙なしでは見られないパビリオンです。ゾーン3では1000年後のアンドロイドが紹介されています。生物学者作家の福岡伸一さんがプロデュースする命動的平衡感。命動的平衡感はかなり目を引く建物で、建物の中は中央のクラスラと呼ばれる32万球の LED が生命の誕生からの物語を映し出してくれます。その後、福岡さんから動的平衡の説明動画が流れるパビリオンです。いやー、なかなか頭を使うパビリオンでした。放送作家で京都芸大副学長の小山薫堂さんが手掛けるアースマート。外観も趣のあるかやぶき屋根で、最初の部屋で映像を見ます。奥の部屋には命のフロア。人が一生に食べる卵の数と量が実際のオブジェとして飾られていたり、命のレジの前に立つと顔が野菜になったり動物になったり楽しむことができます。次の未来のフロアではバーチャルのお寿司職人が握ってくれるお寿司や未来の食材がいっぱい。最後の部屋では中央の大きなプレートに映し出される映像に引き込まれます。アニメーション監督の川森昌司さんが手掛ける命めぐる冒険アニマを体験してきました。中に入ると床が振動している場所を探してアトラクションが始まります。映像の動きに合わせて振動が伝わってきたり、スタッフの声かけで同時にジャンプしたりとめちゃくちゃ楽しい。あっという間に時間が過ぎていきました。民間パビリオンは13個あります。日本の主要企業団体によるパビリオンが展開されています。電気事業連合会によるパビリオン電力館。まずは一人一個光る卵を持って回ります。次の部屋で映像を見た後、上に上がっていろんなゲームにチャレンジしていきます。後で成績が見られますよ。時間になると卵が白く光るので退出の時間です。隣の大きなモニターがある部屋で電力について学んだ後、見てください。この幻想的な光と音の大迫力。無数の LED が織りなす芸術作品です。三菱グループが提供する三菱未来館。ここは命輝く地球を未来につなぐをテーマに、命の始まりから命の未来までを映像を使って紹介してくれます。残念ながら上映されている映像は撮影禁止だったのでお見せできないのが残念です。バンダイナムコグループが中心となって運営するガンダムパビリオン。パビリオンの前には実物大ガンダム。正式にはガンダムネクストフ
フューチャーパビリオンです。ここはモニターが並んだ部屋で未来のモビルスーツの活躍を目にした後、宇宙ステーションと地上をつなぐ軌道エレベーターの中へ移動し、宇宙ステーションに向かいます。宇宙ステーションではジオングとの戦いを目の当たりにし、緊急脱出した宇宙船からはガンダムとジオングの戦いを見ることができます。ここの臨場感、没入感、エンターテイメント性は半端ないです。日本ガス協会主催のガスパビリオン、お化けワンダーランド。ここはお化けのミッチーの案内で XR ゴーグルをつけて未来に向けてドキドキワクワクな体験ができるエンターテイメントパビリオンです。またメッセージ性の高いパビリオンで地球温暖化の問題提起と解決策をわかりやすく伝えてくれます。ここは飯田グループと大阪公立大学の共同出展館。この建物の外装に使われている素材は最新技術を取り入れた西陣織だそうです。最初の部屋で紹介動画を見た後は、この大きな部屋で未来の都市の模型を見ることができます。ドラえもんに出てくるような未来の世界の実現を感じさせてくれます。人材サービス大手のパソナグループが出展するパソナ館。アトムが迎えてくれますよ。最初のゾーンは命の歴史ゾーン。これは iPS 心臓。こっちは iPS 心筋シート。アトムやブラックジャックも登場します。未来の生活がここにはありました。NTT グループが提供する NTT パビリオン。テーマは時空を旅するパビリオン。ゾーン1は今までの通信技術の発達と気配や空気が伝わるようにこの先できるようになる様子を様々な映像で紹介してくれます。続いてゾーン2は 3D メガネをかけて Perfume が1970年の大阪万博と2025年の大阪万博をつなぐ映像が見れます。ゾーン3は私たちの姿をスキャンした映像を使って我々にメッセージを伝えてくれます。住友グループが運営する住友館。まずは入り口でランタンが配られ説明動画を見ます。続いて入った森の入り口では緊張感あふれる映像が映し出されていて、そこから暗い森の中をランタンを持って歩くアトラクションです。秘密部屋のような特別な空間があったり、ランタンを置くと見ることができる物語などがあります。ラストは映像とダンサーのコラボレーション。ただここは撮影禁止でした。日本財団が運営するブルーオーシャンドーム。ここは環境問題を考える必要性を伝えるものです。まず最初の部屋では超撥水巨大立体アートピースで水があたかも生きているように流れていく姿を時間を忘れて眺めていきます。続いてパビリオン中央にある最も大きなドーム内に入っていき、大きな球体スクリーンで映像を見ます。内容は海が抱える汚染問題。いろいろ考えさせられるパビリオンです。カプコン株式会社が運営するモンハンブリッジ。大阪パビリオンの奥にある XD ホールで360度の映像と音響、振動する床、さらに AR デバイスを介してモンスターのいる世界を体感できます。
時にはモンスター同士で戦っている姿を間近で見たり、攻撃してくるモンスターが飛び出て見えたりと迫力満点。これはかなり面白い。中は撮影禁止なのでお見せできない。夜は2大イベントがあって、1つ目は噴水ショー、青と夜の虹のパレード。噴水と音楽と噴水に映し出される映像のコラボレーションで楽しませてくれます。一時は休止期間がありましたが、8月現在見ることができますよ。もう一つはドローンショー。夜空に浮かぶ500から1000機のドローンが立体的な動きで物語やテーマを空に描き出すダイナミックなショーです。光の点滅、色の変化があり、花火とは違う新感覚の演出を見ることができます。東ゲートと西ゲートには公式ショップが2つずつあり、夕方以降はかなりの混雑が予想されます。パビリオンは原則21時まで、ショップは21時半まで、公式ショップは21時45分までとなり、22時には万博は閉まります。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。どうですか？万博行ってみたくなりませんか？ぜひチャンスがあったら行ってほしい場所です。もっと詳しく知りたいという人は詳しい動画を公開しているのでぜひ見てほしいです。動画が面白かったなと思ってもらえたら高評価ボタンとチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。皆さんが楽しい旅行にたくさん行けるように、そして旅行先を選ぶときに役に立つ情報をどんどんお伝えしていきますので、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。